これこういうところで出していいのか分からないけども、あいつ勝つ気なかったんだろうみたいな、結果的に。でそれを話聞いた時に、いやなんでだっていう。で勝つ気なかったらあんな辛い稽古もしないだろうし、俺あの場で死んだんだからもうあそこのまでの俺はもうそこで終わりだ。例えばどんな稽古をしてたのかとか、どんな意識で空手を研究されてたのかっていう。お疲れ様、空手家合計です。今回も、東京の羽村市にある、KW 戦士ジャパンの成島道場で、極真空手のレジェンド、現役時代はですね、一撃の KO アーティストとして名を馳せた成島師範と、お届けしたいと思います。本日もよろしくお願いします。ちょっと前回までは、もう成島師範の技を僕がもうただただ習いたいということで、もう途中から完全にコラボというか、なんですかね、ただ単に僕が技術を習っている稽古動画になっちゃってたのかなと思うんですけども、今回ちょっと、成島師範に現役の頃のお話をお伺いしたいなと思ってて、例えばどんな稽古をしてたのかとか、どんな意識で空手を研究されてたのかっていうのも含めて、正直フルコンタクト関係者であったら多分聞きたい部分とかあると思いますし、正直ですね、僕マニア並みに、見させていただいてたので、ただただ僕が聞きたいことっていうのはあるんですけども、お答えできる範囲の中で、今回ちょっとその話をお聞きしたいなと思って、よろしくお願いします。でちょっといくつかもうこれだけはと思っていくつかちょっとメモだけを作ってきたんですけど、もうちょっとさっきちょっとちらっと話をして、聞かせていただいてたんですけども、まずもうちょっと、一回対談という形で聞かせていただけないのが、対重量級の時の、意識して稽古していたとかっていう、正直今の選手たちって無差別で勝つっていう意識がない子たちが結構いて、なんか体重別の大会が当たり前で、なんですかね、例えば軽量級と喋ってても無差別で活躍したいっていう欲がないって言われるんですよ。でなんか話すると、いや僕適正階級じゃないんで僕軽量級で大丈夫ですみたいな、無差別は、いや無差別なんてそんなでかい人と戦いたくないですみたいないう子もいたり、言えちゃえるんですよね。そうなんですよ。だからなんか僕らの頃って軽量級とか中量級の大会でいくら活躍しても結局無差別で出たらお前勝てないだろうみたいな感じで言われて、くっそみたいな感じでやっぱり重量級に勝ちたい、無差別で勝ちたいっていうのがあって、頑張ってみんな体重増やして上の階級に挑戦したいっていうのが当たり前だったんですけど、今の子たちは、いやなんで増量するか意味が分かりませんみたいなことを言われるんで、なんか感覚が違うのかなって思ってるんですけど、だから本当難しいところですよね。自分らが育った時っていうのは一番って言ったらもう世界大会だし、それを取るために全日本があって、で、その全日本に出れる資格としてウェイト制みたいなのがあってみたいな、そんな捉え方でいて、だから自分もそういう意識でまずは自分の階級である程度戦える、だからそれが目的じゃないけども、それを通過しながら結果的に全日本で活躍できるように、それができるようになったら世界にっていう、そういう階段っていうのがありましたよね。だから自分がやってる頃にちょうど世界ウェイトみたいなのが始まったんですけども、最初権利を持ってたんですけども、そんな試合ができたところでこんな言い方したら悪いですけども、そんな階級の世界取ったところでっていうようなものがまず意識の中にあって、結果的に勝てないんですけども、そういったスタートはありましたよね。ただ今の選手はいろいろ多様化していって、そこでちゃんとした冠があるところでそれを目指すのは悪いことじゃないし、ただこちらの、意識からするとその先にまだ道はあるんだけどなっていうところですね。でそれで多分今の選手からすると、もしかしたらなんですかね、今の若い選手には求められてないかもしれないですけど、僕ら世代が聞きたいのが、成島師範が対重量級を想定して稽古するときにどういう意識で稽古してたのかとか、対重量級をやらなきゃいけない無差別での大会で活躍しようと思った時に意識して稽古されてたことっていうのとかがあるのかなっていう。とにかく打ち負けたくないとか、その中で打ち合ってる中で大きい人間たちを倒したいっていうのは常にありましたね。だからもう真っ向から打ち合ったり
その動くその、ね、ステップ踏んでこう相手の正面からこう外れることも大事な技術だったと思うんですけども、その瞬間こそ相手を捉えるカウンターのタイミングになると自分は思ってたんで、あえてこう動かずにこう体を削りながらこう攻める方に自分はこう意識してたというか、だから常にこう自分の階級の枠じゃなくてその先にある大きい人間に対して自分は戦う空手を求めてたっていうのはありますよね。でも本当さっきちらっと話してる時も言いますありがとうございますけど、重量級ともうなんなら結構もうこう完全にこう体重を前にかけて重量級相手でもうなんか下手すると3、40キロ違う相手でも思いっきりこう全身でこう前傾で体重かけてガーって打ち合ってる中でうまいことこう重量級の連打をもらわないようにこううまいことさばきながらカウンター取ってみたいなことをできてたんじゃないですか。いや自分はもっとうまくできてる方いらっしゃるんで、自分がねこんなこと言うとできてない人間がっていう、自分自身思うんですけどももうちょっとうまくできてたらなっていうのはありますよね。ただどうしてもこう育った道場とか本部のせいにするわけじゃないんですけどもぶつかったらこう絶対打ち負けないようなこう空手が自分自身求めてたし、こうだから自分の中ではステップは逃げにこうつながるので、そこはこう、なんか、踏み込みづらい技術でありましたよね。なんかでも多分成島シアンのスタイル見て軽量級の下でかっこいい俺もああいう風にやりたいって言ってたのめちゃくちゃいたと思うんで、しかも無差別の試合であんだけ重量級と打ち合って、しかもなんか見ててもやっぱ打ち負けないシーンが軽量級の選手なのにあるっていうのはもうなんか本当特に世界大会とか感動した人も多かったですし、もう見ててもこうおおっつってたのでちょっと名前忘れちゃったんですけど黒人で結構有力どころを倒して勝ち上がった選手の時も最終打ち勝ってたんで、おおっつって俺あとブラジル人日系ブラジル人の方も結構重量級だったのにガツガツ打ち合って勝ってたんで、あれは衝撃的だったんですね僕らので当時僕も軽量級に毛が入ったみたいな体重だったんですよ、70キロとかだったんで僕がそうですよ。なんで体重も正直近かったのなんでうわすっげえこの体重でこんな重量級で打ち合えるんだっていうもう、そういうちょっと羨望のものをして見てたので、僕はもともと実は空手始める前63キロしかなくて、すごい今もうすごく背が高くてこんなの細い感じって骨みたいな状態だったんで、頑張って増量してっていう感じで努力で積み上げてきたってもう最初は増量が苦しくてだったんですけど、ちょっと話が脱線しちゃうんでちょっと余計な話が長くなっちゃうんでじゃああれですかね、このウェイト制だから無差別だからっていう感覚で稽古を分けていたっていうわけではなくないですね。だからウェイト制で勝ってもそんなにもちろんやってきたことが間違いじゃないってことで言えば嬉しい結果だったんですけども、その先にあるし、普段の稽古では先輩とかにもこうやられてますし、だからそこでチャンピオンって言ってもまだまだ先は長いし、強い人いっぱいいるしっていう感覚が常にありました。ちなみに現役時代の技術的なこととかって、どういう感じでその研究とか練習とかっていうのは、さっきちらっと聞いたのは本部でみんなと組み手しててこの技いいなって思ってパクるとかっていうのは多分あったと思うんですけど、それ以外にこういう風に意識して練習してたよとか、技術的なことってどういうなんて言えばいいのかな、どういう意識で自分の技を増やしていったというか、なんだろうな、必要なものが求めていくとやっぱり進んでいくし、進んでいった中で必要なものが生まれてくるし、だから最初は上段から始まって上段だけじゃ入らないんだなって言って下段を覚えたり突き覚えたり、上段だけやっても入らない人がいるから三日月を覚えたりとか、だから自然と体の中にまた自分の中に入ってきた感覚がありますよね。その中で稽古してる間に先輩の動き見てこれすごいな、自分に変えることができないかな、自分の技術の中に、そんなのは常にありましたよね。
だから受け入れてこう本当にこうバージョンアップしてみて、そんな感じですよね。ちなみに成島師範の中で、この試合で自分が変わったとか、この試合で、なんか自分が大会の時でそうだったんですけど、なんか試合中になんか強い選手とやってる時に負けそうだけどなんとか勝ちたいっていうもがいてる時に新しい技ができてたりとか、なんかこの試合で自分って変わったなっていうのがあったりしたんですけど、成島師範の中でこの試合は変わったっていう試合とかって。だから昔ですね、関東大会っていうのがあって、そこで谷川さんと1回目に当たった時に、自分がこう顔面殴打でこう何度も繰り返して負けるんですね。でそこでこう自分なりにこうあれは入ってたとか思ってて、こうあまりこうなんだろう、あんまり消化できないような試合として終わって、でその時にこう松井館長が会場にいて見てて、でその上の先輩がこう館長から言われたことを自分に伝えてくれたんですけども、その時にこうこれこういうところで出していいのか分からないけども、あいつ勝つ気なかったんだろうみたいな、結果的に。でそれを話聞いた時に、いやなんでだっていう、で勝つ気なかったらあんな辛い稽古もしないだろうし、すごく反発がぐわっと、回り込んでて、でもそれでこうモヤモヤしてる中でもこうなんかちょっと引っかかる部分があって、でふっとそこで気づいたのが、あれ俺本当に勝ちたいと思ってたのかなっていう。で本当に勝ちたいと思ってたらあんな不十分な技を使い続けないよなって、でなんかこう身勝手なこう相手に対しても敬意も、そっけもないし、相手あっての、組手であって試合であってっていうところで言うと相手を尊重してないし、何よりも自分がこう自分勝手に崩れて負けたのをこう何とも思ってない自分に気づいた時にふわっとすごい恥ずかしくなって、俺って勝ちたくなかったんだ、ちょっと待ってみたいな感じで、そこで整理してって、もうこんな思い二度としたくないと思って、こういう無責任な戦い方できないんだなっていう思い返した時に、また次で谷川さんに当たってこう伸ばされるんですけど、でそこでこうまたモヤモヤがあって、うわもう終わりだみたいなぐらいに考えた時に、しばらくこうまた悶々とするんですよね。でもあれと思った時に、なんでこうそんな抵抗してるのかなって、俺場で死んだんだからもうあそこのまでの俺はもうそこで終わりだ。でも今ここに自分がまだ生きているってことは、あんな思いをしたくないっていう自分に立ち返らなきゃいけなくて、その分もうあんな思いに二度としたくないと思って稽古すればいいんだっていうところにシフトしてきて、なんか変われたのかなっていう、そんなとこが言うと階段なのかなってありますね。結構な裏話を聞いてしまったいやでも精神的な部分大切ですよね。なんかこうなんですかね、こう限界を超えて上に行こうと思うと何かしらそういうステップってやっぱ必要になってきますよね。だから小さい頃から空手をやってて、空手っていうのはこう本当に日常の本当にもう淡々と続けるものであって、それが自分の中で特別なものに変わり始めて、もう本当に求めるようになって、でさらに求めるようになってっていう、こうやっぱすごい段階がありますよね。だから最初から頑張ったわけじゃなくて、本当に必要だっていう、こうでなきゃいけない、でなきゃいけないっていうものを繰り返して、続けてきたからそうなったんでしょうけど、でもあれかもしれないですね。僕は正直空手に憧れて空手を始めてやってきてるタイプなんですけど、成島師範はもう生まれた時からというか、子供の頃から空手が身近にあって、なんか当たり前のようにやらされててっていう感じで進んでこられてるわけじゃないですか。そうすると成島師範のステップアップの仕方って、もしかしたら今の子供たちに当てはまる部分って結構もしかしたらあるのかなと思って、いろんなやっぱ子供たちがいるんですけど、自分から楽しんでやってる子もいれば、ちょっとこんな話するあれなんですけど、明らかにどう見てもやらされてるっていう子たちもやっぱりたくさんいて、でもそういうやらされてる子たちの中でも、中学生高校生になった時にポンと化けて
親から独立というかなんですかね、自立して本当に自分が空手を求めてやってる子もいれば、結局親からやらされてるからやめたいやらされてるやめたい、親に反抗できるようになったらやめようっていうタイプの子もいて、なんですかね、せっかくベースはあるのにやらされてるから強くなれることを、やらされてもうなんか嫌でやめちゃうことっていう違いありますよね。この切り替えのこの部分で何かのやっぱりきっかけとか必要だと思いますね、それが自分から作り出すのか向こうから来るのか、自分で言うとやっぱり極真に入るってことで親父と一旦距離を置けたっていうのはすごく良かったですね。なんか過去に、見た選手の中でも中学生ぐらいまで親御さんに扱われて、でなんかですかね、ちょっとここを反抗して若干不仲になってきた時に、他の道場に出稽古したりとか、選手クラスに出るようになって、ここが離れるようになったら急にボンって伸びる子ってやっぱりいたりするので、ここのあれですね、ちょっとあれですね、視聴者の方でやらしてる気持ち、心当たりがある親御さんはちょっとそこのあたりをすごく難しいところだと思います。だから親っていうのは時にね、首根っこ捕まえて引っ張らなきゃいけない時はあるのかもわからないけども、基本的には後ろから支えるような存在でなきゃいけないと思うし、何よりも子どもたちがすごい頑張ってることを理解してあげなきゃいけないし、そこは難しいところですね。どうしても親子で空手をされている方だったら理解あると思うんですけども、どれだけ大変なことをやってるかっていうのが分からないと、何やってんだお前ってなるのは仕方ないことだし、だからその分じゃあお父さんやってくださいっていうのはね大変ですけど、子どもたちのことをちゃんと、評価してあげてほしいな。昔はよく負けていると引っ叩かれた子もいましたけども、そういう時には自分もそこに割って入っている、こともありますけども、難しいところですね。やっぱり親となるとこうなりますし、なんか選手クラスと喋ってても、なんか極端な話、子供にコントローラーつけて操作してると思い込んでいるような方もいるので、なんかそういうのはちょっと、なんかやめてほしいなって正直そういうのを見るとちょっと、なんかだったらやらせてほしくないなって思っちゃったりすることもあるんで、そうですね、なんかちょっと話が達成しちゃったごめんなさい、ちょっとそうか、この辺はついでに聞いちゃってるかそうだ、なんですかね、成島師範が現役で本当に今から全日本世界を目指したいんだっていうモチベーションを持っている選手がいたとしたら、これはやっとけとか、このぐらい超えてこいよみたいな、なんかなんていうんですかね、だから、そういうことで言うと自分のベースは持たなきゃいけないと思うんです。言い換えると刀を研いでる作業で、そういうところにでもこういった空手の本質があるというか、そういう動きっていうのは一つ一つ削っていかなきゃいけない、本当に礼儀を正すことにつながるんですかとか、それって本当に子どもの心の強さにつながるんですかっていうところが疑問符が浮かぶような。今回お届けするのは、避けられない攻撃を出すための間合い操作術です。僕の空手の技術の一翼を担う本当に超大切な技術で、概念自体はものすごい単純なもので、知ってしまえば正直そんなことなんですけど、僕にとっての秘伝と言ってもいいレベルの技術なので、要点などについて、絶対に